皆さんこんにちは。先日のどぶろく仕込み編に続いて、今日はどぶろくを試してみる何編、味見編、楽しみ編をお届けしたいと思います。今私ちょっとこんな感じのね前かがみの格好をしてますが、ちゃんとこうね直立するとカメラの角度的に私の頭がちょっと上に出てしまうんです。ちょっとしんどい格好ですけども、こんな感じでやってみたいと思いますが、このどぶろくを日曜日のお昼頃に仕込んで、そして今月から水曜日の夜です。ですから丸3日と数時間経ったところです。昨日の夜から冷蔵庫に入れてあります。もう十分に発酵してますから、もうすでに甘いお酒ではなくって酒飲みが飲んでも甘すぎない飲み頃になりつつあると想像します。かなりその発酵もね冷蔵庫に入っていましたから、速度がゆっくりになってます。開けてみます。耳を近づけます。発酵は続いてますが、かなりゆっくりモードです。ものすごくいい香りです。今これね、さっき熱湯で簡単に消毒しました。これで混ぜています。仕込んだ時にはご飯がもう上の方までしっかりと詰まってるような感じでしたが、もうその米粒が麹菌の作用でこなれてしまって、本当にこう柔らかいお粥のようになってます。でこれをどうやって飲むかと言いますと、ここにこういうちっちゃいざるみたいなやつをね用意しています。そして普通の器ですね。ここに今日飲む分を入れます。これものすごく美味しいですから、あったらあるだけ飲んでしまうんですね。ですからもういつもある程度の量をここに入れたら、あとはもう絶対おかわりしないと誓って、このどぶろくの瓶は冷蔵庫にしまってしまいます。本当に美味しいですから、あったらあるだけ飲んでしまう、そんなお酒です。ただどぶろくはね、普通の皆さんが日本で普段飲まれている日本酒と違って生きてますから、完全に菌が酵母菌も麹菌も生きてますから、気をつけないといけないのは熱処理をしてね、発酵を止めてある普通の清酒と違って発酵を続けてますから、我々のお腹の中に入った後も多分その発酵が続きます。それは何が言えるかというと、お腹の中に入った後も酵母菌がアルコールを製造し続けますから、さらにお腹の中でアルコール度数が上がっていく、アルコールが増えていくという、そういう現象が起きます。ということで、あんまりアルコールに強くない人はこれは調子に乗って飲むと結構酔っ払います。どぶろくで飲みすぎて酔っ払って潰れた経験がある人っていうのは、結構普段自分のお酒の飲む量から考えたら、そんな飲んでないのになんでこんなに酔っ払ってしまったんだろうかと驚くぐらいという、そういう経験をしたこともねある方も結構多いと思います。ということで飲みすぎないように最初慣れないと美味しすぎますから、飲みすぎないように注意が必要です。はい。で今カメラに多分映ってると思うんですが、白いねかなりこなれたお粥のようなものがこのざるの上にあるわけで、これをですね絞ります。このまんまこのお玉でちょっとずつこうペチャペチャペチャってやって絞ります。でこれ絞る時にこれざるに入ってるわけですが、こう押すだけにしないと、押してギューッとこうこするとね、ざるの目を抜けてお米がたくさん下に落ちてしまいます。
そうするとあまりにもそのお米を含みすぎた液体というよりもなんかクリーム状のようなものになってしまいますから、上からこう押すだけにしてください。網にこうこすりつけるような感じでは絞らないように上から押すだけです。どんどんお米粒の中に含まれていた水分がざるから下へ落ちていきます。部屋中ものすごくいい香りがしています。不思議なことにお米なんですけど、なんか果物みたいなね、とってもその日本の方がよくおっしゃるフルーティーな感じの香りが部屋の中に漂っています。こんな感じでしっかり絞ります。そう、日本の料理番組では絞っていきますと現在進行形でよく言われますけども、私はそういう日本語を使いたくないんでよく絞ります。よし。いや、これを飲み出すとね、本当にもう病みつきになりますね。これでね、下にだんだんといわゆるどぶろく、濁り酒と呼ばれるもの、この白いお米を絞ってるわけですから、白いお酒が今溜まっていってるわけですが、今夜はこれをこのまんまいただきます。今夜鍋の用意して鍋をつまみながらこれを楽しみますが、絞った液体をですね、例えば炭酸入りの水が入っていた瓶とかね、コカ・コーラとかファンタとかそういった炭酸飲料が入っていた瓶、そういう容器は多少その空気の圧力に強く作ってありますから、そういう容器にこの絞った液体を入れて、そして蓋をして冷蔵庫に保管しておきますと、そのプラスチックの例えばコーラが入っていた容器がだんだん膨張してきてパンパンになってきて、そこがちょっと上がってるのがもうそこの上げてある上げ底みたいになってるへこんでる部分がね、ボーンと下にね飛び出してきますよ。で、破裂しないように気をつけないといけないんですが、時々様子を見てね、でそうやってパンパンになってきたらもう本当にいわゆるシャンパンのような感じになってます。これ絞っても下の液体には麹菌も酵母菌もいっぱい入ってますから、絞った後もずっと発酵続きますから、冷蔵庫の中に入れてその冷たい温度の中に置いてもゆっくりになるだけで発酵は続きますから、そうやってボトルに入れて密封しますと、栓をしますとどんどんガスが溜まっていって、そのガスが逃げ道がないものですから液体の中に溶け込みます。でそうすると例えば一晩置いたらもうボトルはパンパンになっていて、それを次の日開ける時にそーっとね、コーラとか開ける時にプシューとなるでしょ、あんな感じですから、そーっと開けて、でそして、注いで飲むと本当にシュワシュワのどぶろくになります。これはまた美味しいですよ。はい、こんな感じでね、なんとなく絞りました。まるでお餅みたいな感じね、お餅みたいな感じ、こんな感じ、お餅になりました。でこれがいわゆる酒粕ですね。酒粕、これで粕汁を作ったりするやつ、酒粕、ものすごく美味しいです。市販の酒粕で粕汁を作ったらなんかすごく嫌な匂いがして粕汁は食べないという、絶対粕汁は嫌いだというこっちに日本人の友達がいたんですが、こうやって家で作ったどぶろくの副産物としてできたこの粕で粕汁を作ってあげたら、こんな美味しい粕汁は食べたことがないと、これだったらいくらでも食べたいというふうに喜んだ人がいました。それぐらい美味しい粕が出来上がります。押すとね、裏に大体くっつくんですよ。でこうやってジップロックの袋に入れて、であとはこの酒粕は私は冷凍庫に保存してます。でまだ去年の酒粕食べきってないんで、粕汁作る時には去年の酒粕まだ食べてますけど、これが今シーズン、この冬最初の私のどぶろくですから、これが今シーズン最初の酒粕になります。この袋に
どぶろくを作るたんびに溜めていく感じね。で溜めていく時には最初はまあいいんですけども、そのうちこれお団子みたいになってきますから、お団子になっちゃうとね、冷凍庫の中でやっぱりかなり硬くなりますから、使う時使いにくいんですよ。だからお団子にならないように平べったくして凍らしておくと、使う時にはパリッと割れて使いやすいです。こんな感じで、はい。これは後で冷凍庫に入れておきます。で今どういうふうになったかと言いますと、今このねカメラの角度ではこの中きれいに見えませんから、後でカメラをこう持ってきて上から撮っておきますね。で今これ全く清酒じゃなくて、これを完全にきれいにこすと透明の清酒になるんですが、この濁り酒どぶろくっていうのは清酒とは違った美味しさがあります。非常にクリーミーと言いますか、とろっとしていて、見えますかね、白い色がね、こんな感じ。あとこれね、どぶろくを作るのに買った、どぶろくを飲むのに買った器なんです。これスペインのガリシア地方でね買った、ケルトのマークが入った深緑色のこの器に入れた白いどぶろく、ものすごくまたこれが美味しそうに見えます。後でこれも上からカメラで撮っておきますね。とりあえずこのいい匂いを嗅いでこれ以上我慢することはできませんので、皆さんと乾杯もなかなかできません。この状態では日本とスペインでは乾杯できません。私はここで一人でこれをいただくことにします。日本で何か美味しいお酒がある方はどうぞご用意ください。乾杯しましょう。うまい。これぞ日本の文化。スペインで大切に守り続けたいと思います。どぶろくの味見編でした。今日も最後までご視聴いただきましてありがとうございました。また。